little pumpkin on the statue's head. Oh, yeah. Who did it? I don't know. Boutique が多いね。1ヶ月過ごした素敵な街ともお別れの日が近づいてきました。ヨット生活にだんだん慣れてきたので、いよいよマリーナを離れ、フロリダを南へと移動しながらの生活が始まります。この街で出会った素敵な友人とお別れするのは本当に寂しかったですが、きっとまたどこかの街で再会できるはず。いつも新しい出会いと別れを繰り返すこの生活は、私たちにとって本当に刺激的でした。今日はこれからIKEA に行きます。これから IKEA でクッションとか食器とかを買って船をカスタマイズしていきます。How many cans do we have? About 40? Oh my goodness. マリーナのドックを離れてからの生活は、今見えているヨットたちのようにモーリングボールを利用したり、怒りアンカーでの生活になります。仲のいい友人にモーリングボールの使い方を教えてもらいました。You're just pulling that up here, getting the boat to sit still, which actually, Yeah. if you guys are gonna go, you should go relatively soon. うん。 Are you guys doing Got to put it in gear. Ah, I can't see where I'm going. they're so nice. 最後だね。このマリーナどうだった？まあまあ。まあまあ。寒かった。そうね。今回私たちが目指すのは、セントオーガスティンから353キロ離れたスチュワートという町です。皆さんこの2人を覚えていますか？前回のエピソードで海賊の格好をして登場してくれました。ダンさんとジェイさん、本当にお世話になりました。ナイス。マリーナを出発して1日目、いいお天気に恵まれました。慣れ親しんだ街がどんどん離れていき、不安な部分もありましたが、順調に進んでいるようです。マリーナの生活とは打って変わって、いろんなことを調べたり考えたりしなくてはいけなくなりました。また、日が落ちる前までに夜怒りを落とせる場所を探さなくてはいけません。30度ぐらい傾いてる。怒りでの生活になると、こんな素敵な夕日も独り占めです。色は真っ黒。あれの真っ黒。
やったね、初めてのアンクルデこの頃からキャプテンジェームスは釣りに興味を持ち始めました。流れだけでかなり船から離れてるイ。釣れそう？全然釣れなさそう。結局この日は何も釣れなかったので、ヨットの中でお鍋を作ることにしました。出発して2日目、順調に進んでいましたが、私たちにトラブルが襲いかかります。ドンと何かにぶつかった音がした後、ヨットが止まってしまいました。大丈夫そう？ Are you okay? この時のトラブルは、セールボートを支えるキールという部分が地面の砂場にはまってしまい、ヨットが動かなくなってしまったようです。どうやっても動かないので、ボート US というレスキュー隊の方にお願いして助けてもらうことになりました。Okay. レスキュー隊の方にすっかりお世話になり、無事に砂場から脱出することができました。寒い。綾野も。今日一日はどうだった？ I know。ストレスで。本当だよね。マリーナを出発して3日目の朝です。この日も順調に進んでいましたが、突然エンジンルームから白い煙と焦げ臭い匂いが、もう何という感じで、何が起こっているかわからず、私は大パニック。どうやらオーバーヒートのようです。確かに昨日の映像を見ていても白い煙が出ています。私たちはすぐに近くにあるマリーナに連絡し、修理をお願いすることにしました。ヨットは通常、海水を取り込み、エンジンルームをオーバーヒートさせないような仕組みになっていますが、今回海水を取り込む場所に何かが詰まっていて、エンジンをうまく冷やせなかったとのことです。マジ？この後無事に修理を終え、私たちの旅がまた始まります。ヨットは故障がつきものだとたくさんの人に言われてきましたが、そのことをようやく実感。これ以上トラブルが起こらないことを祈りながらスチュワートを目指しました。出発4日目、だんだん景色が変わってきました。南へ進めば進むほど、水の色もターコイズブルーに変化していきます。Oh, look, there's a sailboat over there. Oh, yeah. The ocean. Right. Like a fin. 素敵な無人島を見つけてスノーケリングをしたり、私たちの思い描いていたヨット生活にどんどん近づいていきました。次回のエピソードは、スチュワートという町から私たちの今いるバハマまでの道のりをお届けします。日本にゆかりのある方と偶然お会いしたので、そちらも合わせてお届けします。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。
またねー。